熱海シーサイドスパリゾート。サンビーチの目の前へ。女性専用キャビンルームに宿泊。花火の日だったので宿泊料金は結構高かったです。朝食は海を見ながらバイキング。全部持ってきました。夕食は花火を見ながら屋台で食べようと思っていましたが、食べそびれたのでホテルの自販機のどん兵衛を食べました。大浴場の露天風呂からは目隠しの隙間からちょっと海が見えました。雪氷の旅。概要欄のチャプターリストもご活用ください。ロケーション。ホテルはサンビーチの目の前にあります。熱海駅からは下り坂を下って徒歩10分です。車の場合はパールスターホテルの駐車場に停めるようです。1日1200円。私は前の日に宿泊していた龍宮閣から徒歩で向かいました。ここは熱海駅。熱海駅から商店街を通って車道に出ます。いつもにぎわっている商店街。商店街の屋根がなくなると、そろそろ車道です。車道に出たら右に進むのが正規ルートですが、龍宮閣からの出発です。駅方向に少し戻ります。こちらが龍宮閣。こちらに宿泊した時の動画もありますので、よろしければご覧ください。一年中、いつでも素泊まり6400円。横の階段を降ります。鉄道がない頃は、この坂の下の道に小田原からのトロッコが走っていました。終点は今の大江戸温泉のあたりだそうです。階段のない車道ルートに合流です。今は下り坂なので良いですが、上りの時はそこそこきつい勾配です。右に大江戸温泉物語、左にシーサイドスパリゾートです。大江戸温泉は崖の上だね。ちょっと急な階段だけれど、ここを下ると近道です。手すりがなくてちょっと怖い。荷物があったり、階段を避けたい場合は、ちょっと遠回りすれば大丈夫です。階段を下ると、ホテルの横に出ます。チェックイン。道路を渡ればサンビーチです。ホテルに到着。エントランス右にはシャワーがあるので、海から帰ってきて、ここで砂を落とせます。チェックイン時間は15時なので、少し早めに到着しましたが、すでに行列ができていました。タッチパネルでチェックイン。夕食なしのプランなので、朝食だけ時間指定しました。お風呂の時間などのパンフレット。ロビーでは時間限定のウェルカムドリンク。いつでも飲めるフリードリンクもあります。売店。15時まで1回をブラブラして時間を潰しました。熱海サンビーチでは、音の出ない手持ち花火であれば、夜10時まで利用可能です。お土産だけでなく、夏なので手持ち花火のセットもありました。わあ、懐かしいな。
飲み物は自販機もあったけれど、売店にもあります。アイスクリームもあるね。夏なので水着なども売られています。売店の横に館内着とアメニティが置いてあります。15時前はエレベーターからこの辺りまで行列ができていました。2階から見たロビーです。チェックイン前後の時間はとても混雑していました。熱海花火大会開催日だったので満室だったと思います。部屋。今回宿泊したのは女性専用キャビンルームです。楽天のサイトからだと一泊朝食付きで料金の幅は9200円から15200円です。公式サイトからだとさらに安い日を見つけられました。一泊朝食付きで8470円です。予約が7月までのキャンペーンかもしれないですが、ソロ取り会員だと岩盤浴も無料です。ソロ取りとは、一人旅に特化した予約サイトで、2026年6月にできたばかりです。マージンを取っていないので、その分、私たちへの特典プランとして還元されるようです。まだエリアは伊豆だけみたいだけど、これから拡大していくと嬉しいね。私も今日、無料会員登録したのよ。予約時は、ソロ取りのことを知らなかったので、楽天トラベルから予約しました。花火開催日なので、朝食付きで14,520円でした。エレベーターはここにありますが、15時はエレベーター前が長蛇の列だったので、階段で登ってきました。女性専用キャビンは2階にあります。大浴場も2階にあります。ここは宿泊者用の休憩エリア。有料のマッサージチェアがあります。女性専用キャビンは奥にあります。洗剤自動投入のランドリーもあるので、長期滞在の方や家族連れの方には便利です。最終日に全部洗濯と乾燥ができると、帰ってからがとても楽だよね。洗濯300円、乾燥は30分100円。正面がキャビン入り口ですが、左に男女のトイレがあります。キャビンエリアにはカードキーで入場します。お茶セットがあります。ティーバッグとポットのお湯。その隣に冷蔵庫。中に何かを入れる場合は、自分の部屋番号と同じクリップをつけておきます。その奥にパウダールーム。ヘアゴム、歯ブラシ、コットンセットがあります。ここに洗面はないので、洗顔や歯磨きはトイレでするしかないです。冷蔵庫にはまだ何も入っていません。部屋が並んでいます。突き当たりに椅子が2つ並んでいました。座りにくい気がする。アコーディオンのドアが並んでいます。通常のドアをつけると、個室扱いになり、建築基準法、消防法の基準を満たせなくなるためらしいです。部屋もとてもコンパクトです。一人で夜に寝に帰るだけなら
十分だよね。広さは 5.5 平方メートル。畳で言うと約3畳。左にハンガーと丹前。姿見の鏡。ベッドはセミダブルなので一人でゆっくり寝られます。テーブルはちょっと狭いです。ベッドの下に引き出しがあり、帯やタオルが入っています。テレビの下には金庫。奥行きは狭いので、厚みのあるものは入れられません。ベッドの下に小さめのスーツケースなら入れられそうです。テーブルの上に延長コードとヘッドフォンがあります。テレビを見るときはヘッドフォンが必要です。電源はテレビの裏にあるので延長コードを使って充電です。化粧水などもあります。パジャマ、スリッパ、テレビ、アコーディオンのドア、チェックアウト。忘れ物確認。大浴場と露天風呂。お風呂はキャビンルームと同じ2階にあります。脱衣所にはキー付きのロッカーがあります。正面に大きな湯船があり、右には露天風呂に出るドアがあります。洗い場は10個くらい。奥にはミストサウナがあります。湯気がすごい。こちらが露天風呂。屋根があるので雨の日でも入れます。女湯だからか目隠しが多めです。それでも隙間から海は見えます。奥の方は立ち湯です。源泉は熱海に152号。熱海なので高温のお湯ですが、適温に調整されています。今回利用しませんでしたが、岩盤浴や貸し切り風呂もあります。5階にあります。朝食ブッフェ。朝食は3階のザ・ダイニング・オーシャンズギフトでいただきます。この日の朝食は2回転。遅い時間の8時15分スタートをチェックイン時に選びました。宿泊しているキャビンは2階なので、レストランには階段で向かいました。混雑時はレストラン手前のこちらで待つようです。並ぶ食材を先に取らせてもらうために、開始時間より少し早めに行ったのですが、席がたくさん空いているので、もう普通に入ってよいと言われました。テーブルか窓際カウンター席かを選べたので、少し暑いですが、カウンター席にしました。サラダ、ドレッシングも豊富です。
かまぼこと温泉卵、海鮮丼の具材コーナー、ネギトロ、ポキ、しらす、イカオクラ、からし明太子、大根おろし、醤油やわさび、もずく酢、きんぴらごぼう、おひたし、とろろ。なかなかヘルシーな品揃えだね。なすの煮浸し、厚焼き卵、若鶏竜田揚げ、フライドポテト、アジフライ。筑前煮、ソーセージ、スクランブルエッグ、ベーコン、コーンスープ。これはピザの具材とピザ窯。好きなパンに好きな具材を乗せてタイマーで設定されている2分半、窯で焼きます。待つことができない国の人が途中で勝手にオーブンを開けたので、あと30秒待ってとお願いしました。わあ、途中で開けるとオーブンの中が一気に冷めちゃうんだよね。パンのコーナー、食パン、揚げパン。これは甘くて美味しかったです。バゲット、チョコパン、クロワッサン、ブリオッシュ、シリアルと牛乳。アジとホッケはそのままでも食べられますが、コンロで焼いて温められます。おかゆはないですが、白米の他にしらすご飯があります。お茶漬けの具材と焼きおにぎり、カレー、イカの塩辛やお漬物、納豆、海苔、お味噌汁、そしてデザート、飲み物、スライスレモンがあるのが嬉しいですね。いつものように一口ずつ全部持ってきましたと言いたいところですが、今回デザートをうっかり忘れていました。海が正面に見えるのですが、日差しが強くシェードがかかっていました。そしてこの席は少し暑かったです。ごちそうさまでした。熱海海上花火大会。このホテルはサンビーチの目の前なので、ほとんどの部屋から熱海海上花火大会を楽しめます。でも、キャビンルームには窓がないので花火は見えません。そこでホテルのフロントで宿泊者専用のレジャーシートを100円で買ってビーチに向かいました。どこから見たかなどの詳細は動画がありますので、よろしければご覧ください。概要欄に熱海動画の再生リストを貼っておきます。それでは最後は熱海海上花火大会の様子の50倍速の映像でお別れです。この動画が参考になりましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他の動画もよろしく。チャンネル登録も。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。またね。